私たちが語る平和は世界中の人々が求める目標ではないですか。私たちが語る幸福は全世界の人々が普遍的に願っているものではないでしょうか。私たちが語る愛は人種や皮膚の色、宗教、国籍に関係なく誰もが求めようとするものではないですか。私たちが語る調和や統一は各自の背景が何であっても全てが共通に望んでいるものではないですか。ですから私たち皆が願うこのような価値は普遍的なものなのです。全ての人間はこのような価値に対する普遍的な欲求があります。神様は最初から平和と愛と調和を土台として誠の文化を実現しようとされていたので、人間の本心や心情や本性にこのような美徳を求めるものが根付いているのです。愛や平和に対する人間の本性的欲望はまさに神様の属性を反映しているのです。人間はこれを通して自分の霊魂の中に内在している神性を感じるのです。最初に神様が人間を創造された動機は何だったのでしょうか。誠の愛でした。それは愛する息子や娘と実体的な愛の関係を結びたいという父母の愛だったのです。神様は人類始祖であるアダムとエバが神様の子女として神様と愛を分かち合い、兄弟姉妹としてお互いに愛を分かち合い、さらに進んで夫婦の愛を分かち合い、究極的には人類の未来の希代であり、愛の結実である子女を設けて四位希代を築いてほしいと願われたのです。神様はご自身の心情と共鳴できる誠の愛の実現を願われたのです。人類最初の父母であるアダムとエバが誠の愛の実体となり、そのような誠の愛を子々孫々に受け継ぐことを願われたのです。つまり神様は人類の中に誠の愛の種を植え、人間の本心が願う本然の価値が実現される理想社会を築きたいと願われたのです。このような誠の愛は世代から世代に受け継がれ、人類が具現する文化の土台となるはずでした。エデンの園には神様に享受したある存在がいました。彼は神様が被造物を創造されることを助け、さらにはアダムとエバの養育も助けましたが、神様の関心は子女であるアダムとエバにあったのです。その時、彼の心の中でどのような思いが巡り始めたでしょうか。人は普通、破壊的な行動に走るとき、その第一段階として自己陶酔的な自己憐憫に陥ります。天使長ルーシェルは神様の創造のために多くのものを注いできたのに、なぜ神様は私よりもアダムとエバをもっと愛されるのだろうか。私は最初から神様の共助者だった。私はこれもしてきたし、あれもしてきた。青二歳のようなアダムとエバが何をしたのかと自問自答するようになりました。このような自己中心的な愛の種は、その当時のルーシェルに嫉妬や恨みのような低的感情を芽生えさせました。そしてこの自己中心的な愛がアダムとエバの堕落を誘発したのです。それは神様の理想である誠の愛を実現せず、むしろ神様が願わない偽りの愛、自己中心的な愛をもたらしたのです。
今日国同士が争う理由は何でしょうか。それは自国の利益だけを考えているからです。人がお互いに争う根本原因も自分のことしか考えていないからです。また他の民族に対してお前たちは私たちよりも劣っているという理由も自分たちのことだけを考えているからです。間違ったこの種が根付き、今や人間の一般的な行動規範になってしまったのです。これを取り除かなければ、誠の平和、誠の調和、誠の愛を実現することは決してできません。もし世界が個人的、国家的、そして世界的レベルで平和を願うならば、まずこの課題を解決しなければなりません。偽りの愛、あるいは自己中心の愛の種を植えるのではなく、誠の愛の種を植えなければなりません。そうすることによってのみ、世界は誠の善と喜びの実を借り入れることができるのです。それでは自己中心の愛を根絶する方法は何でしょうか。他のために生きることです。この根本主題を絶え間なく強調してきました。なぜならこれは概念的に理解したり討論を通してわかるものではないからです。それは私たちが実体化しなければならないものなのです。平和を成し遂げる唯一の方法は他のために生きることです。